前回の予告の通り、僕のヘイズやハジェちゃんに魔改造を行っていきたいと思います。その魔改造とは4弦ベースを5弦ベースに改造していく、とっても無謀で大胆な魔改造です。さて、ハジェちゃんのスペックについて調べていきたいと思います。まずはネックから見てみましょう。ハジェちゃんの場合、ナットの幅差が 42mm で5弦に改造していくほどの余裕を持っています。そしてネックの太さも普通のジャズベに比べると十分の太さを持っていますね。早速やっていきたいと思います。これからせっかく組み立てたベースの分解をしていきたいと思います。この回路はもういらなくなりました。代わりにおニューなやつが来ます。まあ捨てましょう。このピックアップの代わりに5弦ベース用のものが来ます。4弦ベースのブリッジももういらないので保管しておきます。アース線も捨てましょう。ジャックプレートの以外にはいらないので捨てます。取り出したパーツは丁寧に包んで保管しておきましょう。これから交代するピックアップをキャビティに入れてみます。ネックピックアップはサイズが出ますけど、ブリッジピックアップのサイズが合わないので再加工です。都合よく家で転がっていた木の棒を見つけました。奇跡的にサイズも色もぴったりです。キャビティの深さはちょうど 20mm ですね。20mm よりちょっと長くしてきて、それを半分分けて、それを木工用ボンドでつけて加工していきたいと思います。これからとても危険な刃物たちがいっぱい使われることになってますので気をつけてください。はい、これを半分ずつ切ります。HJ は刃物歴がベース歴よりも長いので、何気もなくこんな危険な作業がお安い御用なんですけど、普通はこんな人あんまりこの世にはいません。もし私が戦国時代に生まれたら、柳生十兵衛に勝る孤独な剣士になっているはずなんですが、違うか。はい、完成です。4つに分けたらこんな感じで壁につけていきます。これは木工用ボンドです。接着力がめっちゃ強いので乾燥したら絶対に取れません。ご覧の通り1つずつつけていきましょう。あれれ、ボディにちょっと落ちた。乾燥する前にウェットティッシュで拭き取りましょう。はい、これで完成です。次は取り付けるピックアップを上に乗せて新しいキャビティの形をトレースしていきましょう。鉛筆でトレースすると作業が誤った時、消しゴムで消せばいいので便利です。ボンドが乾燥している間にピックアップの取り付けのために掘っていたネジ穴を埋めていきたいと思います。細い木の棒を用意して、それを埋め剤として使わせていただきたいと思います。爪楊枝もいい選択肢だと思います。やっと合わせました。次は瞬間接着剤を使ってネジ穴を木の棒で一つずつ埋めていきたいと思います。他のネジ穴も同じ要領でやっていきましょう。次にミニドリルのお出ましです。作業した面が荒れてますのでちゃんと整えていきましょう。はい、完成です。これから本格的のキャビティの再加工です。ミニドリルの使うときは必ず両手でちゃんと握ることです。焦ずにゆっくりゆっくりと作業していきましょう。はい、入れました。最後に加工したキャビティの仕上げをしていきたいと思います。ナイフで壁の面を整えてゆっくりゆっくりと再加工したのが一目では気づかれないぐらいに精密に作業していきましょう。ここからはサービスで HJ の華麗な剣さばきがご覧いただけます。最後の最後にサンドペーパーで仕上げして終わりです。はい、完成です。現れたブリッジピックアップのネジ穴も新しいピックアップには合わない。中に入ったままちゃんと折れてるので、そのまま瞬間接着剤を流し込みます。次はネックピックアップと同じ要領で作業していきましょう。これで完了。完璧です。次は新しい5弦ブリッジの取り付けです。その前に販売している5弦ベースのブリッジの中で弦幅がめっちゃ狭いと言われているやつを買って調べてみました。これはシャーラーさんの471です。自分が弦幅を調整して狭められるのはいいけど、極限まで狭めて見ての通り5弦と1弦が指板から突き出るほどになってます。これは失敗ですね。次は手に入れるのに手間がかかったウィルキンソンさんの5弦ベースコンバージョンキットにある 3D ブリッジです。3D という名前の通り弦幅の調整が自由自在にできるようになってます。5弦から4弦仕様にも変身できます。最小の弦幅はおよそ 15mm になってます。多分 15mm ならいける感じなんで一旦取り付けてみましょう。しかしこいつにはすごく大きな問題があります。入手困難、つまり生産終了になってます。今はかつて同様のウィルキンソンさんのブリッジがついているカービンさんのベースから取り出して使うしかありません。それとも中古で買うしかないですね。でもこいつハジェちゃんにはぴったりですね。すごい。これならいけます。これからはハイフレットへのアクセスを良くするためボディの表面にスプーンカットをやっていきたいと思います。
マスキングテープを用意してご覧の通りネックにちゃんとつけましょう。20、30の方がいいです。次は棒みたいな形のものを持ってきてサンドペーパーを巻いてアクセスの部分を楽しくこすりながらスプーンカットを作っていきましょう。必ず手袋をやってください。はい、こすります。はい、完成ですか？触ってみたらまだまだって気がしますね。はい、これが完成です。もっと奥までやったので今は楽ですね。これからはナットの魔界状に行きたいと思います。まずはナットに刻まれたこのスロットを全部埋めることです。用意するものはサンドペーパー、接着剤、そして適当な色黒のプラスチック、そして紙の上にサンドペーパーを乗せてその上にプラスチックをこすります。こすりにこすってこんな感じで粉が出ますね。この粉がプラスチックの粉なんで、この粉をできるだけ集めるほどに集めましょう。どんどん粉が増えるのが見えますね。これでスロットを埋めます。まずはマスキングテープをナットの周りにつけます。スロットの上に接着剤を流し込んで、その上にさっきのプラスチックの粉を乗せて、その上に接着剤、粉、接着剤、粉という感じで埋めていきましょう。はい、大変よくできました。そしてヤスリホルダーに紙ヤスリを巻いてナットの上に乗せてこすります。この技術はですね、営業秘密の領域にある神業です。ネタがプラスチックならプラスチックの粉、そして骨なら骨の粉、真鍮ならよくわからないけど金属対応のパテでなんとかいけるかなと。とにかく根性で整えていきましょう。じゃあこれで4弦のナットを5弦仕様に変える作業をやっていきましょう。マーキングをするためにマスキングテープを上につけます。そして弦をある程度締めます。作業の順番は5弦、1弦という順番にやっていきたいと思います。まずは5弦の位置を選んでマーキングします。そして1弦の位置も選んでちゃんとマーキングしときましょう。次はヤスリを持って5弦と1弦の位置を決定します。もしかして1の決定が失敗しても十分やり直しができますのでご安心ください。さっきの使いかけのプラスチックの粉もちゃんと持ってるし、そして接着剤もあるのでやり直しをすれば直せます。最後に真ん中に3弦目の弦を取り付けるためのスロッティングをやっていきましょう。今まで4弦ベースであった僕のハデちゃんが華麗な5弦ベースに変身するための第一歩です。最後に弦の太さに合わせてスロッティングをやっていきましょう。弦の太さ、つまりゲージにぴったり合ってるヤスリセットもあるんですけど、今の私はただ2種類のヤスリでやってます。これからは一番難易度の高いヘッドの魔界状です。図面を描いてやるよりも実物を見ながら測りに測って決定していた方が今までの経験上もっと正確な結果が出ていました。今やっている作業は4弦ベースのヘッドにただ一つのチューナーホールを加えることだけじゃなく、ほぼリデザインということで弦がきれいに取り付けられることも考えて、いろんなところを測りに測ってもっと正確なデータを足すことに集中している作業です。つまり新しいチューナーホールを加えるだけじゃなく、全てのチューナーホールの位置を全部変更する工程になります。今のチューナーホールのサイズを測ってみたらこんな感じです。これは追加される新しいチューナーです。これは 15mm の機能棒で、今のチューナーホールをこれで全部埋めて新しいチューナーホールを掘って5弦ベースの仕様に作るものです。もともと 15mm 仕様だったので今のチューナーホールには入れなくてサンドペーパーで磨きました。これからはチューナーホールを全部埋める作業です。ヘッドの上になんか表示が見えますけどね、あれが新しいチューナーホールの位置です。今回は爪楊枝を使ってネジ穴を埋める作業をやってみましょう。別に木工用ボンドを使っても構いません。ここからは新しいチューナーホールの位置の決定となります。インデックスを先につけてご覧の通り仕上げしていきましょう。色が合わないけど塗装でごまかせます。これから本格的にチューナーホールを掘る作業をやっていきたいと思います。
いろんなドリル、いろんなサイズの切りが使われます。この作業には大量の粉塵が発生しますので、必ずマスクをつけて作業するのを願います。今の動画には早送りなんで休まずにひたすら作業しているに見えますけど、それは不可能です。ミニドリルから熱が出ますので、その熱を冷やしながらやらないとミニドリルが壊れるか、それとも手がやけどするかという風な恐れがありますので、人間もミニドリルも休みながらやらなければいけません。はい、完成しました。ついに待望のペグの取り付けです。取り付けの方法はもうお分かりですね。せっかくなんでペグの方向をちょっと斜めにして取り付けてみたいと思います。そうすることによってもっとかっこよくなりますね。チューニングをするときあんまり邪魔にもなりませんし、なかなかいい感じのベースが誕生すると思います。はい、完成です。ここでもう一つの営業秘密です。ハイフレットの健康が高い場合にはこんな感じでサンドペーパーを1枚入れてネックを組み立てると随分改善します。焦げベースへの新しい変身が見えてきました。最後にこの弦を巻いたら、はい、ハゼちゃんが変身しました。4弦から5弦、かっこいいでしょう。これからはピックアップとプリアンプの取り付けです。EMG さんの P5J という5弦ベース専用ピックアップセットです。そしてプリアンプは同じく EMG さんの PTC システムです。今見せているのはピックアップホームというスポンジです。キャビティにつけます。これから新しいピックアップの取り付けです。まずはスポンジをキャビティの底につけます。 100% のプラグインタイプなので取り付けやすいです。この EMG さんのピックアップはパッシブピックアップじゃなくてアクティブピックアップなので起動するには電池が必要です。これがプリアンプです。なんかいろいろと大変そうに見えますけど、説明書がすごく読みやすくて誰にでもできる作業になれます。これがベースとトレブルのポテンショメーターなんですけど入らないですね。ここでミニドリルの最後のお出ましです。ご苦労父ちゃん。ポテンショメーターの固定はご覧の通り 11mm のスパナでいけます。これが説明書なんですけどすごく詳しいでしょ。英語が読めない人にも取り付けられるほどの優しく優れた図面を持ってます。そしてジャックを取り付けます。何もかも全部プラグインタイプなので簡単に取り付けられます。ジャックプレートをつけてボディにつけるとプリアンプの取り付けは完了です。それにしても一番気になっているアース線はどこに行った？ What？ これからは 9V 電池を入れやすくするように配線を整理していきます。電池をつなげて試しに入れてみます。作動のテストです。はい、取り付け成功しました。これからはもっとプロ仕様に近い配線にやっていきたいと思ってハンダゴテを使って細かい配線の整理をやっていきたいと思います。こうすることによって電池を入れるとき配線が邪魔になりません。配線がきれいになると故障の確率も低くなるし、なんか気持ちよくなります。この収縮チューブがあるとなんかプロみたいに作業ができます。今は配線をちょっと延長するためハンダゴテを使って作業するわけなんですが、収縮チューブがないと綺麗な仕上げはできません。ハンダ付けをしたところが落ちないようにちゃんと保護しているのが収縮チューブだと思います。配線の延長が済んだらこれから本格的に配線を整理していきます。再度電池をつなげて中に入れてみます。これも家のどこかで転がっていたアメリカ産の電池ホルダーです。これを使うとバッテリーボックスを別に取り付けるためボディの裏面をまた掘りながら魔改造をする必要はなくなります。こんな感じでつけます。ちっちゃくて浅いネジを見つけました。実はこのバッテリーホルダーを取り付けるためのネジでした。入れるのも取り出すのもテストしてみましょう。強く振ってみても全然落ちないでしょう。最後の最後の仕上げです。ローフレットの健康を調整するためスロットの高さをいじります。次はトラスロット。PTC システムに入っているノブを取り付けます。レンチも入っているのでそれを使います。
これが余りのパーツです。次の制作にも使えますので保管しときましょう。4弦ベースを5弦にするのは無理がありますが 100% 不可能だとは言えません。でも要求する条件がいろいろありますし失敗の確率も高いです。今回の魔界城のコンセプトについてはこれから何十年の前初めて魔界城をして見事に失敗した写真の中のベースへの思い出の再現、そして人生初めて自分のお金で買ってきた5弦ベースの記憶を蘇らせるつもりでもあります。個人的には80年の末によくあったなかなか古いデザイン、技術とサウンドをこのハジェちゃんを基づいて再現してみた方です。このベースまだ 100% の完成ではありません。塗装の作業も残ってますし、もっと演奏してみながら改善していく必要があります。こんな感じのベースを手に入れるには一つだけの条件があります。自分で作ってね。